さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、もうめちゃくちゃとろけるバスクチーズケーキ、こちらの作り方を紹介したいと思います。ぜひ最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日使う型なんですけど、これ15センチの底が取れる型ですね。でバスチーなんで、これ紙を水で濡らしてでこうやってちょっとねくしゃくしゃにできるんですよ。で、水気はそんないらないんで、ちょっと濡れててもいいんですけどね。でこれを型にこうやって引いていくとよくあるバスチーの紙になりますので、こうやってやってください。はい、こんな感じですね。これで準備しといてください。はい、これ作っていくんですけど、まずこれクリームチーズがこうやって柔らかいことを必ず確認してください。でもしも冷やしたてでカチカチだったらもうレンジでチンしてもいいんですけど、ただね溶けちゃダメなんですよ。この柔らかいっていう状態が口どけに影響するので、必ず柔らかい状態で作り始めてください。はい、クリームチーズが柔らかいの確認できたら泡立て器に変えて、ここにお砂糖入れます。はい、でここで混ぜていきます。なんか泡立てたいわけじゃなくて、クリームチーズの水分に砂糖を吸わせるような感じでなじませていってください。で砂糖が入るとより滑らかになるので、ほらこんな感じ、とろっとした感じで。これが溶けてちゃ全然ダメなんで、この柔らかさを保つようにしてください。こんな感じですね。はい、砂糖が混ざったら次卵ですね。卵入れちゃいます。はい、卵が混ざったらふるっておいた粉ですね。これを加えていきます。で粉が混ざったら、この後レモン果汁ですね。これ入れると全然美味しくなっちゃうんで、必ず入れるようにしてください。もう混ぜるだけですからね。もう順番通りに、これ結構順番大事なんで、順番通りに混ぜてください。はい、この後生クリームですね、入れていきます。でこれも混ぜすぎとかないにしっかり混ぜてもらって、である程度混ざったらもう泡立て器はおしまいで、ゴムベラですね。ゴムベラで混ぜ残しがないか下の方から必ず混ぜてください。はい、こんな感じですよ。生地は艶があって流れるような感じですね。めちゃくちゃ濃厚に仕上がると思います。これをあとは型に流して焼いていきたいと思います。今回裏ごすんですけど、全然裏ごさなくてもいいです。ちょっと今回はより滑らかにしたいんで裏ごそうと思います。はい、あとはもう予熱したオーブンで焼いていきたいと思います。さあ焼けました。いい感じです。見てください、このプルプル感。これぐらいで出してください。はい、これ冷蔵庫でめちゃくちゃしっかり冷やしたやつです。外していきます。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。美味しそう。やばい。
これはうまい。これはうまいな。ポイントのお皿やめようかな。教えんのもやめよう。マジでうまい。作ってほしいこれ。さあこれポイントですね。これポイントはこう混ぜまくって順番通りに混ぜるのがめちゃくちゃ大事なポイントです。で一番大事なのはこれプルプルって焼き上がったじゃないですか。であれをすぐこうバンって出して切るともうねこうブワーって決壊します。もう壊れてダメになっちゃうんで、必ず焼いたら冷蔵庫でしっかり休ませてください。そうすると、今食べたみたいにこう中がね吸ってとろっとするんですよ。この食感を出すのはしっかり冷やすことです。これがポイントなので、そこだけ守ってしっかりやってください。以上、今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。